憧れのハイエース。来たー。皆さん、こんにちは。ゆっくりバンライフのゆっきーです。前回納車したハイエースの書類や仮ナンバーを用意したので、今回は試乗の様子を紹介したいと思います。ブーン。それでは、始めるばい。走りに異常がないか乗ってみるんですが、仮ナンバーなので私は運転できません。マサさんことマッキーに運転してもらって、私は助手席で運転の様子を見守ります。走行距離は 87,031km。早速走ってみたいところなんですが、ガソリンがいい線ベタです。まずはガソリンを入れに行きたいと思います。てか、暑かー。エアコンつけるの忘れてました。つけるとしっかり風は出てきてます。では、出発。てか、マッキーこれ、出れると？車、動かそうか。でかすぎて意外と見えんね。こりゃ攻めとるばい。ミラー見てん。なんじゃこりゃ。ギリギリ、たさすがプロです。ギリギリのところ、ちゃんと出れました。エンジン音は思ったよりうるさくないですね。では、ガソリンスタンドへ。出発。天気が悪いなぁ。雨が降りよばい。さっきつけたエアコン、効いてきました。後で後ろもチェックしてみたいと思います。ガソリンスタンド発見。給油口は左、私が座っている真横についてるそうです。ガソリンを1万円分入れました。ガソリン高すぎばい。そしてこのゲームって言うんですか、くじみたいなやつ？いつも外れます。当たったことある方いたら教えてほしいです。ガソリン1万円分で、満タンにはなりませんでしたが、メモリは F のところまで来ています。エアコン、効いてます。めちゃくちゃ冷えてます。後ろもちゃんと効くんでしょうか。ボタンを押すとぬるい風が出てきました。同じところから回ってくるけ、ちょっと時間差があると思うばい。少しすると冷たい風が出てきました。この車、最強です。さすがディーラー整備車やね。さすがです。では、早速この辺を走ってみたいと思います。天気が悪いなぁ。雨は止んどうと？エアコン絶好調。めちゃくちゃ冷えてきました。エンジン音も絶好調。足回りも変な音とかなんもないしね。ギアの切り替わりを見てみたいと思います。ブーン。ギアの切り替わりもいいね。隣に乗っていてもわかります。ギアの切り替わりもスムーズです。減速。ブレーキも変にガタガタ言わんし、ブレもないね。これは、素晴らしかー。素晴らしい走りです。私の今乗っている車より状態がいいかもしれません。走りにも異常がなさそうなので安心しました。天気が悪いなぁ。よう降りよるねー。さっき見よったら、フロントガラスに小さい傷があるんよね。ガラスに、言われてよく見てみると、小さい傷が入っていますが、カメラではわかりませんね。ハイエースは絶対あるんよ。ガラスが立っとるやろ。気にならん程度やけどね。まあ、車検とかには全く関係ないやろうけど。中も綺麗やもんね。タバコ吸ってない車やろうね。全くタバコの匂いせんよね。匂いはないよね。とか話してましたが。なんじゃこりゃ。めちゃくちゃタバコの吸い殻が。じゃあ、エアコンのフィルターとか、ガンガン洗浄された後に出てきとるんやろうね。エアコンから全く匂いなくない？全然ない、臭くないもんね。普通中古車って、独特な匂いがしますよね。それもないし、中も本当に綺麗です。少しヤニっぽい感じの色合いはしとるけど、トヨタが出してきた割にはここの爪が甘かったね。車に限らず、他のメーカーさんでも意外な見落としってありますよね。
通ここ忘れる、っていう、そんな経験ありませんか？引っ越しした時に、キッチンの換気扇が油ベタベタなことがあったんですよね。清掃入るなら普通忘れなくない？てか汚くないか一番にチェックするところじゃない？ってなりません？しかも少々ベタベタとかじゃなくて、結構ベタベタで、前の住人は揚げ物ばっかりしてたのかな、とか思うぐらい、それぐらいベタベタでした。今回、タバコの吸い殻を見て、そんなことがあったなぁと思い出しました。話がそれましたね。でもこれぐらいの状態なら、大満足です。外観も中も、そして走行も問題ないようなので安心しました。今回の試乗はラッピングの後なので、いい目立ち方をしていると思います。ちょっと恥ずかしいですが、これからかっこよくなるので我慢です。マッキーさすがプロですね。駐車場から出る時もですが、駐車も無言で完璧に決めてくれます。あ、ちなみにバックモニターもついてます。後ろが長いので、ハイエースの運転にも慣れないといけないですね。前は短い分見やすいかもしれません。はよ乗りたか。運転させて。まだ雨降りようと？せっかくの試乗なのに天気が悪くて残念です。でも雨の日の走行も大事ですよね。雨の日じゃないと気がつかないこともありますしね。試乗前にしてもらったラッピング。綺麗ですね。そして目立ちますね。今回はこの状態でうろうろしました。ナンバーも仮だし。今はまだこんな状態ですが、ここにどんなデザインを入れようかな、とか、考えているとワクワクします。ラッピング作業の動画も上げているので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。今回は試乗の様子を紹介しましたが、いかがでしたか？運転はできませんでしたが、助手席に乗っていても、変な音など異常もありませんでしたし、ギアの切り替えもスムーズで、走行も問題ありませんでした。安心して乗れる車でよかったです。エアコンもしっかり効いてましたし、カスタムした後は快適に乗ることができそうですね。後ろの窓のラッピングが終わって、これからどんどんカスタムを進めていこうと思っていますので、この車がどんなカスタムをして、どんな車になるか、楽しみにしていてください。車好きの方、カスタムに興味がある方、アウトドア好きの方、バンライフを楽しんでいる方、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。またこの車のカスタムを通して、色々な方とのつながりや情報交換ができたらいいなと思います。気軽にコメントしてもらえると嬉しいです。では、今回はこの辺までにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。